されども、今回は担々麺を作っていきます。ラーメンは昔から大好きでよく食べに行ったり作ったりもするんですけど、こうして動画にするのは初めてですかね。汁なし担々麺なんで作っていくのは肉味噌ですよね。あとラー油、これも自家製で作っていきます。麺はちょっと太めのものをスーパーで買いました。汁なし系のいいところですよね。こうスープを必要としない。やっぱりラーメンのスープってレシピによっては結構ハードル高かったりするじゃないですか。なのでこういうラーメンのスタイルだったら比較的手は出しやすいと思うんですよね。はい。まずは肉味噌作りなのでニンニクをみじん切りにしていきます。一応今回はかなり粗挽きの肉を選んだんですけど、これは普通のひき肉でももちろん大丈夫です。その時の気分やもちろん用途によって使い分けるんですけど、結構僕は粗めのひき肉を好んで使いますね。それで前回の動画でナスを使ったレシピを紹介したんですけど、ナスの冷製パスタですね。焼きナスか。その時の動画に登場したフィギュアがワンピースのシャンクスだったんですけど、この夏に公開されるワンピースの映画にシャンクスが登場するんですよね。それで視聴者さんのコメントで結構タイムリーですねとか、公開時期に合わせたんですかっていう風にね、コメントしていただいたんですけど、特にね意識したわけじゃないんで、すいません、たまたまです。いやでも赤い紙っていいですよね。赤い紙だと大抵がスペック高い説ありますからね。ナルトの世界であれば渦巻き一族は髪の毛赤いですし、あとは悠々白書に出てくるクラマ、それにスポーツ界隈で言えばスラムダンクの桜木花道や黒子のバスケに出てくる明石誠十郎なんかもそうですよね。あと女性になりますけど、ランマ2分の1で水ぶっかかった時の早乙女ランマもあれ一応赤髪ですよね。あとはみんな大好きシュタインズゲートの牧瀬クリスとか、上げていったらキリがないですからね。赤髪ってすごいですよね。ねえ。はい、それで今これは肉味噌をしっかりと炒め切って、それで必要な調味料を入れて鶏ガラスープで煮込んでいくという工程になります。それでなんで高菜をここに入れたかっていうと、レシピによってはこの中に明菜っていう中国の漬物を入れたりすることもあるので、それの代わりですね。そして練りごまを少し加えます。これ大事ですね。練りごまはやっぱりこう香り、風味っていうのが全然変わってくるので。そしてこんなような感じで出来上がったら引き上げておきます。ここからは自家製のラー油を作っていくんで、ネギをみじん切りにします。ネギをみじん切りにするときはなるべくこう水が出ないようにするのがいいですね。なので包丁をしっかりと動かして潰さないように。あとは最初の時点で切れ込みをたくさん入れておくことですかね。そうしないと細かいみじん切りにならないんで。それでこのラー油はこの時期旬のししとうを使っていきます。ものによってはやっぱりかなり辛いものもあるので、辛いのが苦手っていう人はししとうを無理に入れなくてもいいと思いますね。こう物が小ぶりのものだったりちょっと曲がってて形がいびつだったりするものっていうのは結構辛い可能性がありますね。それでまっすぐスーッと綺麗に伸びてるものはそんなに辛くないっていう風には言われてるんですけど、ただね、辛い時もあるっちゃあるんで、ちなみに今回作るこのラー油はめちゃめちゃ辛いです。なので辛さを抑えたいっていう場合はこの唐辛子の量をまず半分ぐらいにした方がいいですし、ししとうも
もしかしたら入れない方がいいかもしれないです。ただね、美味しいですし、作り置き保存も可能なので、例えばこれに、鶏ガラスープの素を入れたりとか、あと味の素を入れたりすれば、そのままご飯にかけてもかなり美味しいです。肉味噌もラー油も完成したんで、9割ぐらいはもう仕上がったも同然ですね。あとは茹で上がったラーメンに下味をつけるので、その調味料をあらかじめボウルで混ぜて作っておきます。ここでも練りごまですね。練りごまは大事です。あとさっき作っておいた自家製のラー油、あと黒酢をちょっと入れておくのがね、このレシピのポイントですね。普通の酢も使うんですけど、黒酢と両方使います。それともう一つ重要なのがこのウーシャンフェンです。これで結構香りが変わってくるんで、できれば加えたいスパイスです。ラーメンは茹でてから水でしっかりと冷ましてぬめりを取ってからまた再度温めるといった流れです。そばみたいな感じで、これやると結構喉越しだったり食感っていうのも変わるんですけど、正直好みの問題ですからね。普通に茹でて、水で締めないでそのままボウルに合わせていくんでももちろんいいと思います。水気だけはしっかりと取っておきましょう。水分があんまりにも多く残ってると味が薄まりすぎちゃいますからね。それじゃあ盛り付けドレスでいきます。スープがないんで冷めやすいですからね。合わせてからはささっと盛り付けに入ります。肉味噌もラー油も量はもちろんお好みです。このレシピで言えば肉味噌は結構味がしっかりしてるんで、そんなにたくさん加えなくても大丈夫です。いや、この辛みはしっかり効いてるんだけど、ウーシャンフェンの香りとか、あとホアジャオの香りがすごい爽やかだから、全然なんか食べやすいし、あと少しだけこう麺にお酢を忍ばせてるから、その酸味も効いてていいと思いますけどね。これはね、やばいっすね。自家製のラー油、一応食べるラー油みたいな感じで作ったけど、これいいな。うまし。おお、辛い。これ熱いわ、これでしょ。おいしい。というわけで汁なし担々麺のレシピでした。よかったらぜひ参考にしてみてください。それじゃあまた次回の動画でお会いしましょう。アビアント。